はい、皆さんおはようございます。いやー、積もりましたね。また雪が積もりました。今日はね、もう3月、中旬なんですが、今年最後の雪かな。結構ね、朝までね、降ってました。今ね、だいたい10時半ぐらいですんで、だんだん日がね、出てきてね、これから溶けるかなと思います。で、今日はね、外での作業ができないので、ちょっと商品レビューの方をね、していきたいと思います。案件もね、ちょっと何件かね、溜まっておりましたので、そちらの方をね、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、今日ご紹介するのはこちらです。はい。ブローウェイ様の、ポータブル電源になります。で、ブローウェイといえばね、前回私の動画でお見せしてた、レビューをしたことがあるんですが、はい、こちらですね。PNC600 ということで、前回お見せしたのは、こちらの、600W。こちらのね、ソーラーパネル付き一体型のポータブル電源ということでご紹介しました。で、こんな感じでね、開いて、ソーラーパネルがね、もう本体についてるというね、こういった画期的なものをね、世界初のね、ポータブル電源ということでね、ご紹介させていただきました。で、今回ね、そのブローウェイ様から新しく、はい、こちら、PNS300 ということでね、300W の小型のね、ポータブル電源、こちらをね、ご提供いただきました。前回は、こちら PNC600 ということで、600W までいけたんですが、今回はさらに小型の 300W。今はね、大きいやつよりもやっぱこういう、600、300W クラスのね、小型のものがね、結構流行ってるみたいですね。はい。じゃあ早速ね、ちょっと中身の方ね、開けていきたいと思います。はい。じゃあね、こんな感じでちょっと厳重に包まれておりますが、ちょっと中身の方ね、開けていきます。はい。もちろんね、未開封ですんで、私もね、今ね、始めてみます。はい。じゃあね、こちらですね。はい。ブローウェイ、こちらがね、PNS300 ということで、これがね、300W クラスのポータブル電源。で、まずね、第一印象はね、軽い。はい。めちゃくちゃ軽いです。大きさね、わかるかな？めちゃくちゃ軽いです。小型のバッグぐらいのね、大きさなんですが、すごい軽いです。はい。で、重さがね、3.7 キロという風になっておりますんで、こちらはね、持ち運びとてもね、楽にできると思います。付属品の方はね、このブローウェイの、取扱説明書、こちらが入っております。あとは、こちら、配線関係ですね。はい。こちらが、シガーソケットからね、車から、充電できるタイプの、シガーソケット。あと、こちらがドライバー。ね、ドライバー入ってます。あと、こちらがね、AC 充電の充電器になりますね。はい。と、それに使う、コンセント。はい。あとね、これ、タイプ C のケーブル、この柔らかいタイプのね、このケーブルもついてきてます。ちょっと後でね、ちょっと使ってみたいと思います。はい。あと、これはね、DC ポートの、変換コネクターですね。うん。ちょっと大きさが違う。DC ポート用のね、変換コネクター、これが入っております。はい。じゃあ、それで全部ですね。で、今回もね、こういった小型のバッグついてきてますんで、配線とかのね、持ち運びは楽かと思います。で、それに合わせて、あとこちらね、肩掛けのね、ベルト、これがついてきてます。はい。じゃあ、こういう風にね、ベルトになっておりまして、取り付けはね、どうやるのかな。あ、ここにつけんだ。はい。このネジを使うんですよ。で、ここのベルトにね、こうネジを通して、マイナスドライバーでね、こう締めていくという感じで、取り付けします。ちょっと締めてみます。はい。で、これに関してはね、ちょっと説明書に載ってなかったんですが、この使い方ね、間違いないと思います。はい。そうしますとね、ショルダーベルトの方がね、こんな感じで、ドライバーでね、ネジ締めてますんで、ほぼ確実に取れないですね。はい。ということでね、こうやって安心してね、持ち運ぶことができるようになります。はい。じゃあ、ちょっと本体の方ね、簡単にご説明していきたいと思います。はい。それではね、ちょっと基本的なスペックの方をね、見ていきたいと思います。
まあ、ここに書いてありますね。前回のは PNC600、600W クラス。で、今回新しく出たのは PNS300 ということでね、300W クラスになります。で、こちらがね、スペック表になります。で、PNS300 ということで、容量がね、288Wh というふうになります。重さが 3.7kg ですね。で、バッテリーの方はリン酸鉄リチウムイオン電池採用しておりますので、3500回というふうになってますね。で、3500回後は、約 80% 保持しますということで、まあ、一般的なね、リン酸鉄リチウムイオン電池を使っているポータブル電源というふうになります。で、入力の方はですね、直流充電入力ということで、インプット、これがね、DC5521、12から 30V、5A ということで、これはね、おそらくソーラーパネルとかそういったものをね、接続することができます。ただ、12から 30V、5A なので、ちょっとソーラーパネルも結構選んじゃいますね。で、これだと 100W クラスまでは多分使えるのかなと思います。はい。で、あと USB Type-C、これ入力と出力がありますね。5V、9V、12、15、20V までできます。で、これがね、USB Type-C の入力出力に対応しているのが、はい、ここ。ちょっとね、見にくいんだけど、USB-C の 100W インアウトという風になってますので、この中を開くと、この一番ね、右、これだけがね、USB の入力と出力に対応してます。他の、この3つはね、この3つに関しては出力だけ。で、これだけがね、出力と入力にも対応しているということで、USB Type-C を使って本体の充電をすることができるみたいです。で、あと、まあ、DC の出力に関してはね、DC5525、先ほどの変換ケーブルですね、12V、10A ということで、DC はね、ここですね、先ほどの変換ケーブルとかね、こういったものを使って DC のアウトプットをすることができます。はい。で、今回から 100V なんですが、AC 出力に関しては 300W、最大 600W というふうになっています。瞬間最大600ということだと思います。おそらくね、起動電力で最大 600W ね、一瞬いっても大丈夫ですよということで、定格はね、300W になりますんで、まあ、300W を超えるものはね、使わない方がいいと思います。で、新しい機能として AC 出力周波数、こちらがね、50Hz、60Hz、切り替えとなりました。前回の、PNS600 に関してはね、60Hz 固定だったんですが、これがね、50Hz、60Hz、こちらがね、切り替えができるようになりました。まあ、最近の家電に関してはね、両方対応してますので、あまりそこはね、問題はないかなと思います。で、こちら USB の Type-A の出力と、あと Type-C の出力ね、こちらももちろんついてます。あとは車載出力、12V、10A ということで、このシガーソケットね、このタイプのシガーソケットのね、出力の方もついております。はい。あとはね、ライトがね、ついてます。これがね、結構すごいんですね。で、5W450 ルーメン、照射距離 100m という風になってます。これ試しにやってみましょうか。はい。で、つけます。このね、ライトのボタンのスイッチがありますんで、ここをね、長押ししてつけます。はい。そうするとこんな感じ。ちょっとね、壁に向けます。はい。で、ここで、明るさの切り替えが弱くして、あとこれがね、SOS かな、のライトになります。で、点滅が速いライトですね。4種類ぐらいの切り替えができます。で、これすごいのはね、はい。ライトを点灯させて、このカバーをね、取ることができます。そうすると、LED のね、さらに明るいバージョンになります。切り替えることができます。なので、このカバーでね、ちょっと広範囲に手元を照らしたりとか、あと、これでね、もう、遠くを照らしたりとかね、まあ、こういった切り替えができますんでね。はい。で、この時に余った、これなくすと大変ですよね。で、これがね、すごい設計になってまして、ここにね、温度と湿度計がついてます。温湿度計ね、ついてますが、ここにね、かぶせれるんです。磁石になっててね、こう、カチャッとかぶせることができるみたいです。これね、説明書にもちゃんと載ってますんで、他はね、つけれないんですが、ここだけはね、こうつけることができます。のでね、紛失の心配とかはね、なくなるかなと思います。はい。あとこちらのね、表示なんですが、今ね、AC アウトプット 0W ということで、100V60Hz っていう表示になってます。見えるかな？で、82% ね。で、このヘルツの切り替えができるんですが、これをね、やってみたいと思います。で、やり方は、ここ、AC ボタンがあります。これを長押しします。はい。
今切り替わりました。見えますかね？ 50Hz になりました。で、私の地域はね、50Hz なので、50Hz にしておきます。ただね、だいたいこれは、使用する家電のためのヘルツなので、50Hz、60Hz ね、併用できる家電であれば問題はないかなと思います。一応ね、50Hz にしておきます。はい。で、表示はね、一応こんな感じ。あと DC のボタンを押すとね、これ DC、アウト DC という風になりますね。あとね、これ、AC をオフにして、DC もオフにするとね、勝手にオフになります。はい。まあ、こんな感じになっております。まあ、一応外見とかはね、機能はね、大体こんな感じですね。はい。とても持ちやすい。で、なんか、形状がね、かっこいいです。はい。うん。めちゃくちゃかっこいいです。うん。なんか今までにないタイプの、形ですね。ブローウェイさんはね、一応こういったなんかこう個性的なものが好きみたいで、今回もね、ちょっとアウトドア向けのこういったものをね、出してきております。で、アウトプットのね、ポートをちょっと見てみます。で、こちらはね、先ほどご説明した 12V、シガーソケットのアウトプットね。で、あとはこちら、コンセント。こちらはね、コンセント、アース端子付きとなっております。これがね、MAX300W。までできます。なので AC のコンセントは、口がね一つだけという風になりますね。はい。で、あとここにねあるボタン AC、DC、あとディスプレイボタン、あとインプット、アウトプットとあります。これ DC のインプット、これねソーラーパネルとかの入力ができるみたいです。で、これがね、あと先ほど説明した USB ね。で、タイプ A、タイプ A、タイプ C と、あとこちらのタイプ C は、入出力が可能という風になっております。で、試しにこの入出力可能な方で充電できるかやってみたいと思います。はい、じゃあ今試しにね、充電やってみています。で、このブローウェイの PNC600、こちらのね、USB Type-C 出力ポート、これを使って今 DC をオンにすると、アウトプット DC がね、62W 出力されています。で、こちらの、インアウト兼用、この Type-C の、端子ですねにこの付属してきたこのケーブルを使って充電させてます。そうすると今がね、はい、充電されております。60W、同じですね。はい、62W、こっちも60W。一応ね、スペック上は 100W まで対応できるみたいです。おそらく 60W はね、この配線の限界なのかな。で、100W までいける Type-C のケーブル、ちょっと私持ってないんですが、それがあればおそらく 100W、いけると思います。20V 5A となってますんで、最大 100W という風になってます。で、説明書の方にもね、こちら書いてあります。USB の C 入力出力ポートは、最大 100W となります。両方に対応できるってなってるので、おそらくね、充電も 100W いくんじゃないかなとは思うんですが、ちょっとね、今回は 60W まで付属したケーブルではね、そんな感じになっております。はい。あとね、充電なんですが、説明書によると、5つの充電方法となってまして、まず AC アダプター、標準の AC アダプター、これがね、5時間、これは 60W かな。60W で5時間となってます。で、USB Type-C で 100W、今の充電方法ですね。これを使うと、3時間ってなってます。まあ、100W なのでね、約 300Wh の容量なので、3時間というふうになります。ので、こういった、なんていうかな、こう AC、USB のね、アダプターで 100W 対応できるものがあれば、おそらくここが 100W で急速充電ができると思います。あとはこれも併用できます。アダプターと USB Type-C ということで、60W と 100W 併用して、2時間にね、充電時間を減らすことができます。あと、車のシガーソケット。これね、普通の車であれば 12V ですんで、まあ、6時間というふうになりますね。あと、ソーラーパネルチャージ。こちらも 100W の入力まで対応ができます。はい。ちょっと今日はね、雪が降ってるんで、ソーラーパネルはね、ちょっと申し訳ない、できないんですが、100W 入力というふうになります。で、これね、ソーラーパネルを用いて屋外で充電できますということでね、はい、USB Type-C の充電ポートを接続、または、直流電源の、インプットとなっておりますんで、ここで、インプットとなってます。ここが DC のインプットに挿すと、ソーラーパネルの入力ができるという風になってます。はい。まあ、入出力に関してはこんな感じになってます。はい。それじゃあね、まず、
問題のこのコンセントね、皆さん気になってると思います。300W ね、どれぐらいできるかということで試しにね、繋いでみました。このね、ワットチェッカーを使って、コンセント入力が一つしかないので、ちょっとね、こちらの、タコ足というかね、ちょっとアダプターを使ってね、コンセントをね、3口させるようにしました。で、今挿したのが、はい、こちら、パソコン、挿しました。で、パソコン本体、これも挿して今起動しております。この状態で、51W ってなってますね。はい。で、こちらの、表示の方もね、だいたい 67W という風になっております。59W とかね。そんな感じの表示ですね。はい。今こっちもね、74W、70W。だいたい同じぐらいのね、表示になってるかなと思います。じゃあもうちょっとね、追加でつけていきます。はい。じゃあ今ね、追加でちょっと DC ポートの方にね、USB を2つね、挿しまして、まずこれ、ドローンのね、充電になってます。ドローンの充電がね、ちゃんとできております。で、あとこちら GoPro のね、バッテリーの方も充電できております。で、今の段階でどれくらいかというと、はい。こんな感じですね。AC のね、出力の方はね、パソコンなんですが、DC はね、表示されないですね。多分ほとんど電気食ってないんですね、これね。はい。こんな感じになっております。一応説明書にもね、ここ DC の方はね、出力が表示されません。AC の方だけはね、放電出力電力数ということでね、ワット表示されるんですが、DC の方はね、されませんので、ちょっと何ワット使ってるかわからないんですが、今でもね、これ全部充電できて、さらに、パソコン、モニター、出力できて 52W という風になってます。試しに今扇風機つなぎましたんで、これも回します。これですね。レベル3、マックスで首振りしてます。それでね、だいたい 91W、94W。だいたい 100W ぐらいの表示ですね。で、プラス、充電関係が全部できてるという風になります。ちょっと扇風機消しますね。いやー、これね、結構使えるんじゃないですかね。300W なので、どれぐらいいけるかなと思ったんですが、例えばノートパソコンとかね、タブレット充電しながらとか、あとこういった充電物、USB 関係で充電できるものね、こういったものを合わせると結構充電はできると思います。あとソーラーパネルもあればね、入力の方で、充電ができますので、結構ね、役に立つと思います。はい。じゃあね、ちょっと出力に関してはこんな感じで使ってみました。はい、いかがだったでしょうか。今回ブローウェイ様のね、300W、こちらのね、新しい新型の方をご紹介しました。600W と比べると、これぐらい差があります。ちょっとわかりにくいんですが、これはね、ちょっと重いんです。よいしょ、重いです。これはね、軽い。はい、小指でも持ち上がります。女性の方でもね、ショルダーバッグみたいな感覚でね、持ち運びができると思います。はい。じゃあ今回ね、このブローウェイ様のね、300W クラス、PNS300 ということで、288Wh のバッテリー容量を持つポータブル電源、こちらをね、ご紹介させていただきました。で、この絵にある通りね、アウトドア、キャンプとか、あと災害時とかね、そういった時にね、役に立つと思います。で、形もなんかかっこいいですしね。はい。あとこういったカメラ、今みたいにね、カメラ、スマホ、あとパソコン、タブレットとかね、こういったドローンとか、こういったものもね、充電できますので、300W 以下のものであればね、だいたい使えるんじゃないでしょうか。それ以上ってなるとね、なかなか難しいところもあるんですが、この携帯性とね、この容量を考えればね、十分だと思います。はい、このブローウェイさんはね、いつもね、こういった画期的な商品を出してくるんですが、今回もね、新しくね、おそらく大人気間違いなしのね、300W クラスを出してきました。はい。前回の PNC600、あちらの方もね、まだ販売はしてんのかな。で、ブローウェイ様の PNS300 に関してはですね、今撮影時点ではね、Amazon で44,000円となっております。で、そこからクーポン券14,900円オフという風になっておりますんで、実質29,100円ということでね、3万円を切る価格で買うことができます。で、ブローウェイ様のね、この商品ページね、載せておきますので、概要欄の方から見ていただければわかるんですが、セールやってる時とやってない時がありますので、もしやってなければね、ちょっとやってる時まで我慢してた方がいいと思います。全然金額がね、変わりますんで、
14,900 円オフっていうのはね、かなり大きいですんで、セール中に買われた方がいいかなと思います。はい。じゃあ今日はね、こちら、プロウェイの、PNS300、こちらのね、ご紹介でした。また、動画の最中でね、出てくる可能性もありますので、そういった時はね、またお見せしたいと思います。はい、ありがとうございました。